こんにちは、アカデミアの富代です。今日はサロンポピュラーベーシック44になります。今回はベリーショートレイヤーをカットします。ベリーショートとは言っても今やあまり気にならない程度の長さです。少しアクセントをつけて襟足やフロントサイド、顔周りを長めに残してカットします。ショートレイヤーは今のサロンスタイルでしたら毛先や髪が自由に動くこのようなスタイルになると思います。今回は初心者にもわかりやすいようにドライカットでチョップカットしていきますが、普通サロンではウェットの状態からチョップカットでカットしていきます。ベリーショートも毛先や動きをつけて仕上げないと若さが出ません。今回は襟足部分を外羽にアレンジできるようにウルフカットのようにくぼみがつくようにカットしています。このチャンネルは世界各国の言語で見ることができます。YouTube の翻訳機能を使いご覧いただけます。では早速動画をご覧ください。以前カットしたウィッグを使います。すでに襟足の長さは短いのですが、この長さを利用して新たなデザインにしてみます。まずブロッキングですが、はじめに前頭部と後頭部を分けます。分けたらアウトラインの襟足は活かして15度ぐらい前上がりにカットします。反対側も同じように前上がりにカットします。ではフロントサイドをカットします。やはり前上がりに唇の下あたりを目安にカットしていきます。反対側も同じようにカットしていきます。ここで左右対称かどうか確認します。今回は襟足が少し短いのですが、活かしてデザインします。前頭部と後頭部を分けます。ショートレイヤーはトップからカットしても良いのですが、今回は分かりやすいように下からカットしていきます。まず耳上5センチぐらいからバックセンターに向かってブロッキングラインを取ります。バックセンターモヒカン部分を取り出し、襟足に厚みを残し、パネルをグラデーションの角度45度ぐらいに引き、襟足につなげないようにカットします。次は縦スライスに近い斜めスライスに取り、ガイドを見てグラデーションにカットします。やはり襟足にはつなぎません。次は横のアウトラインに穴を開けないようにカットしていきます。穴を開けないように回り込んでカットしていきます。左サイドも同じようにグラデーションでカットしていきます。アウトラインに穴を開けないように頭の丸みに沿ってオンベースに近い状態でカットしていきます。はい、穴を開けないようにカットしていきます。最後は横のつながりを見てカットしていきます。横スライスにとってきれいに切れているかどうかチェックしてみます。ほとんどの場合正確に切っていればきれいに切れているはずです。ドライカットでチョップカットやそぎを入れますので正確性はいりませんが、初心者のうちはきれいに切れていることを目指しましょう。要はオンベースに近い感じに切っていくわけですが、この頭の丸みに沿って頭皮に対して直角にこのようにカットしていきます。
ではトップセクションをブロッキングします。バックセンターからカットしていきます。下のガイドの流れを見ながら角を落とし、パネルの角度を引き上げながら丸くカットしていきます。次のパネルも下の流れから角を落としながら丸くカットしていきます。やはりこの頭の丸みに沿って頭皮に直角、ここといった具合にパネルを引きます。反対側はハサミの入れ方が上からになりますので、上のガイドから下のガイドの角を取りながらカットし丸くしていきます。はい、上のガイドと下のガイドの角を取りながら丸くカットしていきます。次にトップセクションに入ります。トップセクションはセンターで分けて逆三角形に取ります。要は頭を四角くイメージして、その対角線上からバックセンターに向かって逆三角形に取ります。下のガイドが分かるように少し深めに下側を取ります。そして下の角を落としながら上へとパネルの角を上げていき、丸くカットしていきます。これでトップの横幅のガイドができました。バックセンターで分けて、初めは縦スライスでパネルを取り出し、下の角をカットしながら上に向かって丸くカットしていきます。次は放射状にスライスラインを取り、下の角をカットしながら上に向かっていきます。反対側も縦スライスに取り、同じようにカットしていきます。下の角をカットしながら上へとカットしていきます。フロントサイド目尻の上がったラインから横スライスでブロッキングラインを取ります。パネルを取り出したら後ろのガイドを見つけて下のアウトラインに穴を開けないようにカットします。後ろからのカットラインの流れを見ながら縦スライスにスイッチしてカットしていきます。最後も下のアウトラインに穴を開けないようにカットします。
下側のアウトラインを横スライスで薄く残すように取りチェックカットします。もちろん反対側も同じようにカットします。下の厚みを残して上のガイドラインを見ながらカットを進めていきます。最後のパネルもアウトライン下の厚みを残してカットします。トップセクションをカットします。もうすでに前髪は短いので、この長さを活かしながらモヒカンガイドを作ります。前髪とバックの髪をつなぎます。次にセンターで分けて前髪とモヒカンガイドをつないでいきます。次のパネルも上に引き上げモヒカンガイドとつないでいきます。できましたら頭の8回り、ここの角をカットしていきます。下のカットの流れを見ながら角をカットして上の流れへとつないでいきます。下のカットの流れを見ながら角をカットして上の流れへとつないでいきます。この下の流れを見ながら上へとつないでいきます。こちら側も同じようにカットしていきます。バック中心部へと回り込み、バック部分とブレンドしていきます。はい、これでつながりました。次は下側の残したアウトラインを同じような薄さになるようにチェックカットしていきます。このように薄く取り、引き上げてカットしていきます。こちら側も同じようにカットしていきます。
これでアウトラインの厚さが揃いました。前髪部分を作ります。奥行きは櫛を置いて頂点を探し、そこを奥行きとして瞳の幅に毛束を分け取ります。毛束を中心で角度を上げて毛先が薄くなるようにカットします。次にセンターで分けてフロントサイドの髪をセンターに集めてカットします。反対側も同じ要領で行います。これでウェットカットの終了になります。髪を乾かしドライカットします。はい、髪が乾きましたのでドライカットしていきます。このようにショートカットの場合はウェットで毛先をチョップカットした方が早いのですが、今回は分かりやすくするためにこのようにカットしました。まずはこの中間部分の毛先にそぎを入れていきます。アウトラインもそぎで調節していきます。中間部分は毛先にチョップカットしていきます。反対側も毛先にチョップカットしていきます。毛先中心にそぎを入れていきます。トップ部分は毛先にそぎを入れていきます。
フロントサイドも重たいところを見ながらそぎで雰囲気を作っていきます。もみあげ部分は分け取り、より繊細にそぎを行います。また顔周りも毛先の表情が出せるようにそぎを行います。トップセクションは毛先と中間部分にもウィービングのようにそぎを入れていきます。このようにトップの立ち上がりなど考えながら入れていきます。反対側も同じようにもみあげ付近や顔周りなどそぎで表情を出していきます。耳周り付近が短くなるようにそぎで形付けていきます。トップは同じようにそぎを行います。全体のボリューム感や毛先の表情を確認しながら仕上げていきます。あとはスライドカットで立体感をつけていきます。左右対称になるように確認しながらスライドカットしていきます。
はい、ドライカットが終了しました。ではドライヤーをかけていきます。髪を握りしめるように立体感やボリューム感をつけていきます。襟足部分はショートウルフ風に外羽に仕上げていきます。できましたら整髪料を髪全体につけて伸ばしていきます。毛束感や立体感、毛流れを見ながら仕上げていきます。だいぶ仕上がってきました。はい、出来上がりました。はい、仕上がりです。はい、今回はショートレイヤーをカットしてみました。昔でしたらこの長さは女性のみんなが驚くベリーショートの分類に入りましたが、今やそうでもありません。1960年代ミニスカートとともにロンドンのモデルツイギーからショートヘアが日本でも大流行しました。それからどんどんショートカットになっていきます。レイヤーカットの基本は同じですが、現代でも新鮮に感じるようにもみあげなど少し長めにアクセントをつけています。仕上げはウルフカットのように外羽になるようにつなげないようにカットしています。ショートレイヤーは毛先の動きや遊びが新鮮に感じます。いろいろな雰囲気を出し、皆様も試してみてください。基礎のショートレイヤーも動画を出しておりますので、リンクを貼っておきます。ご覧いただければ嬉しいです。それでは皆さん、もしこのチャンネルが良いと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また概要欄に過去動画も記載していますので、よかったらご覧ください。ご視聴ありがとうございます。さようなら。